母様、シャロン。シュミット博士、そして。どうやら終点にたどり着けたみたいね。やはりカレイジャスは陽動だったみたいだね。警告はしたはずだ。なのに死地に飛び込むとは。来るなと言われれば行きたくなるのが私の性分でね。付き合いの長い君のことだ。承知で誘ってるのかと思ったが。愚かだよ君は。どうしてそこまで。正直博士に関してはなぜそこにいるのかが分かりません。ご自身の研究が第一とはいえ、よりによって地政側につくなんて。そうです。カレイジャス2にも協力したという博士がどうして。地政に組みした覚えなどない。障壁発生器もあくまで推理だ。学院の2番弟子4番弟子に続いて1番と3番の仕上がりを見るためのな。仕上がり。3番弟子はジョルジュ、そして1番は母様、本当にどういうつもりなの。こんな現場に出てきて黒の工房を、あの人を手伝っているなんて。発注された試作機の運用成果を見届けるのも契約のうちでね。それ以上は自分でたどり着きなさい。あなたにできるものなら。クルーガーさん。契約に基づき国士戦域がお相手します。装置とラインフォルト会長には指一本触れさせません。シャロン。イリーナ、いい加減にするがいい。クエンさん。おじい様、カレイジャス2からなんとか回線をつないだみたいですね。トワちゃんにも手伝ってもらってな。イリーナ、それでも母親か。シャロンちゃんもどうしてそこまで固くなに。シュミット、お前もお前じゃ。好き勝手に引っ掛け回しよって。貴様に説教される言われはない。どちらかといえば工科大学の範疇だ。ラインフォルトとしてもこの実験戦艦の運用は政府との正式な契約に基づいているわ。現在の経営方針と照らし合わせても覆す理由は見当たらないでしょう。元会長としての意見であれば役員会議を通してほしいわね。揃って理屈を。まあまあ、親子喧嘩はそのくらいに。黒のアルベリヒ。ようやく現れたか。念のため状況を確認してみれば、こんなところにまでネズミが入り込んでいるとは。光まとう翼、よほど無駄な悪あがきが好きらしい。言ってくれるね。ダンディーな顔しておいてここまで冷たい目も見ないというか。話は聞いていたが、本当にフランツ君なのか。もちろんです、お父さん。くしくもこうして家族が揃って私も嬉しい限りですよ。ふざけるな。聖杯では仮初めの姿と言っていただろう。そうだったかな。だがフランツ・ラインフォルトとしての記憶が残っているのも確かでね。彼女イリーナも RF 会長として工房の理念に賛同してくれたわけだ。共に新たな世界に秩序を築くというね。新たな世界。秩序ってどういう意味よ。察するに黄昏の先にある創世ですか。
間もなく大陸は終末を迎え、大いなる一は再連星を遂げる。おそらく燃え広がった炎は世界を一度暗黒時代にまで巻き戻すだろう。1200年前の大崩壊の後に訪れた混沌と混迷の時代に、そこにおいて求められるのは女神だろうか。いや、違う。先生ならばわかりますね。間違いなく技術だろう。そして破壊された世界を技術が瞬く間に復興し主導していくなら、それを管理する技術集団こそが教会にとって変わる可能性すらある。ではあなたたち黒の攻防はまさか新たな世界の神にでもなるつもりか。とんでもない。我らはあくまで神の下僕だ。だが必要教会などよりもはるかにうまくやってみせる自信はある。我ら知性と13工房の技術を合わせ RF も参画するならばたやすいだろう。聡明な彼女は分かっているのだよ。終末を待つ世界で RF 会長としてどう立ち回るのが合理的なのか。フランツ君、リリーナも想像の斜め上ですか。いいえ、違うわ。母様がそんな話に乗るわけがない。どういう意味かね。母親を信じたいという気持ちはわからないでもないが。いいえ、そうじゃない。私たちはすでに真実を知ったから。黒の攻防、いえ、知性の長たるあなたが主に魂まで隷属された存在であるのを。ああ、そうだった。全ては黒が大いなる一となるために進んでいるとすれば、彼にとって黄昏は手段ではなくむしろ目的。世界が終わった後のことを考えているかは怪しいものですね。そう、そんな確証のない妄想に RF が付き合うメリットなどない。あの母様がそんなことも見抜けずに契約を結ぶなんて絶対にありえないわ。アリサ、まあ当然でしょう。ラインフォルトはあくまで発注された装置や兵器の製造とテストに携わったまで。世界の終わりを手伝うなんて契約に判を押した覚えはないわ。幾ばくかの干渉があったのは認めるにしても、それはそれよ。母様。この場にいるのもこの実験戦艦が見極めにちょうどよかったからに過ぎない。この状況下でラインフォルトが進むべき道と帝国の時代を担う人材の可能性を、そしてせっかく挙げた名前を返上した元使用人が本当はどうしたいかを。会長、イリーナ・ラインフォルト。ジョルジュ、貴様にとっても同じだろう。知性の一員として振る舞いながら爪の甘さが目立つようではな。それはマカロフとティータが成果を上げる中、三番弟子がそのレベルにとどまり続けるのか。今こそ示してみせるがいい。我が指示を受けた一人としての覚悟。博士。ならばその覚悟、私たちが受け止めさせてもらおう。ゲオルグかジョルジュかはそれをもって君が決めるといい。シャロンが家族なのは今でも変わらないわ。だから今こそ思い知らせてあげる。私がどれだけあなたのことを思っているか。アリサ様、
いいだろう。だったら証明してみせよう。今度こそアン、君たちを倒すことで。こちらも全力でお相手します。でなければどんな結果となってもお二人は納得しないでしょうから。了解です。ついでに4年前の借りもきっちり返させてもらうわよ。私はどちらに転んでも構わないわ。示してみなさい、お互いの全力を。せいぜい見届けるとしよう。行くぞ。アリサと先輩を全力でサポートする。国士戦域、相手にとって不足なしですわ。私も4番弟子として行くよアン、蹴りをつけよう。アリサ様もこれが最後ですわ。やりましたね。なんとか届いたみたいだ。どうして僕は。やはり最後まで爪が甘かったようだな。いい加減に認めたらどうだい。自分でも分かっているんだろう。君はジョルジュを捨てきれない。ことここに至ってすらなお、いや捨てられないんだ。生ぬるかった私たちとの友人ごっこがただの夢にしか過ぎなかった人事だと割り切ったあの学院生活が。それはそれで悪くなかったな。小説の登場人物になったみたいで。無意識で工房と定期連絡を取りつつ生ぬるい平和な友人ごっこに浸る。悪くはなかった。あくまでただの夢としてはね。大丈夫？二人とも。ったく無茶しやがるぜ。よう、元気だったか。オルディーネから失礼するぜ。対空砲は半分無力化した。なんとかもうすぐ駆けつけるから待ってて、ジョルジュ君。とはクロまさか戦域を突破されるとは思いませんでした。本当に成長なさいましたね、アリサ様。何だって乗り越えるわ。あなたという家族を取り戻すためなら。少しは思い知ってくれた？私がどれだけ心配してたか。しみるくらいです。契約完了が今更ながら惜しくなってしまうくらいに。シャロンこの茶番は何だね。ゲオルグに加えて執行者の失態とは。まあいい。イリーナ、この場は一旦軽々しく呼ばないでいただけるかしら。私を呼び捨てにしていいのは父とあの人だけよ。使用人としての契約完了条件は彼が戻ってくること。でも先ほどの妄言を聞く限り条件が満たされていたかは怪しいわね。ならば契約は未完了。継続するかどうかはあなた次第でしょう。母様。やれやれ、バカ娘が。まったく世話が焼ける万能メイドね。結構ならば私も勝手に
最終実験を始めさせてもらおう。完成したばかりの卒業作品にして黄昏を加速させる最高傑作のね。なんだ。何かが。結社の神器。いえ、ここで出すのか。なるほど、第5で建造していた。卒業作品か。これぞ魔鋼騎兵の究極形にして最終形。帝国が共和国を食らい尽くしたら大陸全土に放たれる予定の機体だ。自律制御だが制限のある鬼神や騎行兵など敵ではないだろう。こんな機体を隠し持っていたなんて。騎行兵から続くシリーズの総決算というわけか。面白い。教官。ああ、来い灰の鬼神バリマール。どんなに強力でも所詮は無人機。必ず勝機はあるはずだ。はい、行きましょう教官。妄想。衝撃発生器が。ゲオルグ貴様。おお、消えたで団長。やはり。ああ、連中がやりやがったんだろう。さて出番も近そうだ。陣を張るぞお前ら。やあ。障壁の消失を確認したよ。魔鋼騎兵も完全停止。目的達成だね。大した機体だったが爪が甘かったようだな。黄昏と連動する完全自律制御だが、暴走するようでは実用には程遠い。これならフランツが残した騎行兵の構想メモの方がまだ出来がいいだろう。氷点は不可だ。どこの誰かは知らぬが出直すがいい。ジー・シュミット。博士。やれやれ、お前というやつは。いいだろう。この場を譲ったとて支障はない。総国についてもどちらが勝とうが結末は同じ。見栄としての役割、せいぜい果たしてくるといい。悪いがあなたたちの期待に応えるつもりは毛頭ない。総国を超えて必ずたどり着いてみせる。
あなたの主のもとに。楽しみにしていよう。ゲオルグ、貴様には失望した。もはや攻防には不要だ。どこへなりとも失せるがいい。ジョルジュ。シャロン、大丈夫？心配には及びません。少し痛めただけですから。やっぱりその名前で私を呼び続けるのですね。当たり前でしょ。シャロンはシャロンだもの。私の母様やおじい様にとっても大切な。ありがとう、母様を守ってくれて。お嬢様。結果は出たようね。やはり彼は戻っていなかった。最初から分かっていたことだけど、ならば契約もまだ有効でしょ。もう少しうちで働いてもらう必要がありそうね、シャロン。かしこまりました。会長、返上したシャロンの名、改めて名乗らせてくださいませ。シャロン。まったく頑固娘め、散々回り道しよって。だがよかった。アリサもシャロンちゃんも。はい、本当に。ジョルジュ先輩。ようやく捕まえたよ、ジョルジュ。一人でどこに行くつもりだい？分かっているはずだ。僕はもう後戻りはできない。知性として僕がしてきたことをまさか忘れたわけじゃないだろう。だからこそだろう。世界は滅びに向かいつつあり、クロウにも制限時間がある。そんな状況で君一人だけが舞台を降りるつもりなのかい？それは。私も傭兵として過去に多くの命を奪ってきた。故郷のためだなんてただの言い訳。罪は一生背負い続けなきゃならない。君にそれができないとは思わないわ。ああ、かつて C としてテロをしでかしちまった俺も同様だ。許されるためじゃない。背負い続けるしかねえんだよ、俺たちは。それから逃げようなんて絶対に許さないんだからね。たとえ無理やり拘束してでも背負わせる。友達だからこそ。クロとは。私たちにとっても知性としての知識と情報は何より貴重です。ええ、魔女とは違った視点から裏を見極める意味でも。マスター方面の情報も教えてほしいものですわね。そのためにも先輩には生きて俺たちに利用されてもらいます。全てが終わるまでその命捨てられると思わないでください。リーン君たち。論理的にも破綻はない。せいぜい考えるがいい、三番弟子。
この事態に無駄死にではなく、どう有益かつ実践的な貢献ができるか、それをもってお前の卒業試験としよう。博士。わかりました、博士。ジョルジュ、いずれまた連絡する。そして必ず力になるよ、知性の一人として。何よりもトールズの卒業生として。王子殿下たちにも伝えておいてくれ。本当に申し訳なかったと。